人の能力を超えたようなつながりや巡り合わせが起きる体にいいことが高頻度で起きてきます。人生も巡り合わせもすごく面白くなっていきます。そうやって上昇気流がさらに大きなうねりになっていく感じがあるのです。同じような上昇気流を発する人ばかり集まってくるようになります。体の中からすごい強いエネルギー場みたいな気流が常に出ている感じがして、いつも気持ちが明るくエネルギーがガンガン回った状態です。ごく自然に周囲に影響を及ぼしていく。おかえりなさい。幸せ右脳へ。今回は上昇気流に乗る人がたどる共通パターンについてお話しします。その過程では不思議なことがたくさん起こるというお話です。その共通パターンとは、自動思考がたくさんある人がエレベーター呼吸をしていくと、最初は山ほど疑問が出てきたり抵抗感が出てきたり、こんなことやって何になるの？という声のせめぎ合いがあります。それを過ぎるとある朝、急に楽になります。胸のあたりにずっとあった何とも言えない不安感や恐怖感、自分を責める声がパッと消える感覚が起こります。昨日まであった不安の塊はどこに行ったんだろうって、その自由さと気持ちよさにすごく驚かされるのです。さらにワークを続けていくと、今度は自動思考の声にパワーがなくなってきます。それまで耳元で大きく聞こえていて支配されていた、私って本当にダメだな、もっとこうしないといけないのに、という声が遠くからあるいは小さい音で聞こえるようになってすぐ気づくのです。そして気づいたら消える方向に進みます。だんだん深まっていくイメージが近いです。その時点ですでに体に意識を向ける練習を積み重ねているので、思考の声より体の内側の感覚の方がはるかにリアルに感じられるようになっています。頭の声が何の役にも立たないと感じる。それが当たり前の認識になり、体の中にいる時の方がいろんな出来事が勝手に起きてどんどん解決していく。それが日常の中で肌感覚として分かってきます。すると、体の感覚をもっと快適に保とうと、日常がさらに変わってきます。散歩をするようになったり、寝る前に呼吸法をやったりして、いい一日だったなぁと思えるように、自分を整える方向に日々の習慣が変わっていくのです。その頃には自動思考はほぼ消えています。本当の自分を感じ、私は生きているという何者にも揺るがない感覚が体の中にあると、人生はこんなにも自由に生かしてもらっていると思えて、何を見ても感謝が浮かんできたりします。ここまで来たらもう戻らないですね。その後何が起きるのか、体から愛が上がってきます。しかも自分とか家族とか内々のことではなく、もうちょっと遠いところへの愛を体験する段階です。神様とつながると細胞の愛を感じたり、喜びが上がってきますが、今度はそれを外に表現する時期に入るのです。この時期はなぜか見ず知らずの人をお助けするようなことが起こります。1ヶ月に3回も倒れている人を助けたことがありました。転んだ人に駆け寄る、そして大丈夫ですかと声をかける。この体の動きを神経と一緒になって愛を表現する形でさせていただくことが頻繁に起きるのです。不思議ですけど、なんでこんなにいつもっていうくらい引き寄せられます。シンプルに人を助けるって現代ではあまりないですから、自分がお役に立てたことが嬉しくて、ここに来た意味があった、助けさせてくれてありがとうございますって心から思います。この時期は神経に愛というより高い負荷がかかる時期だと捉えています。愛の負荷です。
愛って波長がものすごく高いんです。だからそれによって神経を鍛えているのです。なんかよくわからないんですが、外に愛を体で表現させられる時期なのです。主語が変わってくるのはその後です。この時点であなたは、左脳さん、右脳さん、さらに本体さんという内側の別の無意識の存在を意識することが増えてきます。だから、私という感覚の中に、私じゃないものいっぱい入ってるなと、透けて見えてくるようになってきます。主語が緩んで透明になり、どんどん薄くなっていくのです。私は社会との間にある仮面に過ぎないという感じです。例えば子供といるとき、お母さんという仮面をかぶります。それを通じて物事を判断し、お母さんらしい振る舞いをしているという感覚です。仕事をするときも、その職業の仮面をかぶって働きますが、その中で出てくるアイデアを、これ私が思いついたんじゃないなと、少し離れた見方ができるようになります。仮面を道具として使いながらも、その中に押し込められないので、ベターっと張り付いた私ではなくなります。だから、今仮面かぶったな、うまくやってるなってなります。つまり、私というものが分解されていきます。すると世界とか生命とか、より大きな主語で物事を考えるようになっていきます。これからの世界って、私たち人間の未来って、自然のバランスはどうなるんだろうって、大きな主語で物事を考えるようになると、大きな意識と自分の内側からどんどんつながっていく感じになります。そして日々、そこから様々な知恵や発見が勝手に降ってくる状態に行き着きます。それがきっと真の意味での悟りです。自動思考がなくなった状態から始まる意識変容は、最終的にはここに結論付けられます。外側に神秘体験があるわけではありません。起こっているのは常に内側、つまり細胞と神経と意識の対話なのです。それが全部つながってくると、外側から見る機能よりも自分の今ある命そのものを感じる、内側をただ感じるという神経のあり方にチェンジしていくんですね。体が全部教えてくれる。自分一人で考えるより体に聞いてしまった方が楽。体が一番いい情報をくれるようになります。体に聞くと腰から下でみんなとつながっているので、すべての人に関係する一番良い情報をくれます。自分にとって良い、そして周りの人にとっても良い、関わるすべての人のタイミングや状況にぴったりの知識が上がってくるのです。なんでそんなことわかるのって自分でも不思議なくらいいろんな情報が来ますから、個人であれこれ考えるよりそれに譲った方が人生うまく回ります。体の中からすごい強いエネルギー場みたいな気流が常に出ている感じがして、いつも気持ちが明るくエネルギーがガンガン回った状態です。ただいるだけですごく自然に周囲に影響を及ぼしていく。この力が結構大きいと思います。同じような上昇気流を発する人ばかり集まってくるようになります。そうやって上昇気流がさらに大きなうねりになっていく感じがあるのです。人の能力を超えたようなつながりや巡り合わせが起きる体に勝手になってしまうんです。いいことが高頻度で起きてきます。人生も巡り合わせもすごく面白くなっていきます。それでは最後に、上昇気流に乗る体になるために、意識を思考ではなく体の内側に入れる練習をしていきます。楽に呼吸をします。今の呼吸の感覚、体の感覚を感じます。
吸う息でお腹に空気が入ってくる様子、吐く息でお腹が緩やかにしぼんでいく様子を感じます。吸っていいエネルギーで体が満たされ、吐いて力みや緊張が吐き出されていく。吸う息でお腹や腰に空気が入り、吐く息でお腹が薄くなり、肩や首の力みが抜けていく。このまましばらく呼吸をしながら意識を体の内側へ抜けていきましょう。